皆さんこんにちは。書道家のしおりです。見てください。カチカチの筆。今日はですね、このように使った後の筆の正しいお手入れ方法についてお伝えをしていきたいと思います。使った後の筆をですね、ちゃんと洗わないとこのようにカチカチになってしまって、次にですね使うことができません。そして、このようにですね筆の中に墨が溜まった状態が続きますと、筆が割れてしまったりするんですね。で、書いていて筆が割れてしまったことがある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、そうしますとその綺麗に字を書くというどころか、書きづらいということがあると思います。そして、そのままですね使い続けますと、大事な筆が使えなくなってしまうということもありますので、この動画ではですね、その筆の正しい洗い方ですね、そしてその後洗った後の保管方法などについてもお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということでこの動画の中では筆を蘇らせる方法ということで、主には洗い方をいくつかお伝えをしていこうと思います。いい字を書きたいと思って少し高級ないい筆を手に入れたとしても、そのお手入れ方法がうまくいっていないと筆はすぐダメになってしまうんですね。そのダメになるというのは、毛が傷んでしまったりとか、あるいは毛が抜けてしまったりとか、そういったことが起こりうるんです。書きやすくて気に入っている筆っていうのはなかなか出会うことができないということもあると思います。もしそのような筆がある場合は長持ちさせたいですよね。ですので、そのような筆を長持ちさせるためにも、この動画の中でお伝えする洗い方や乾燥の方法など、ぜひ参考にしていただければと思います。それではこの動画でお伝えをする概要になります。まず筆を洗う場所についてお伝えをしていきます。そして、洗い方について、ここでは5種類の方法をお伝えしていきます。そして最後に洗い終わった後の筆の乾かし方などについてお伝えをしていきます。はい、それではまず洗う場所についてお伝えをしていきます。まずですね、墨を洗う場所なんですが、このスライドにありますように、陶器の洗面台は控えた方がいいんですね。筆を洗う時というのは洗面台で洗う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、その材質が陶器の場合はちょっと注意した方がいいということになります。ちょっとその理由をお伝えしていきますね。その墨の粒子なんですけれども、これはですね、非常に細かい炭素粒子を含んでいるんですね。で、そうしますと、この陶器の表面というのは目に見えない小さな傷だったり凸凹などがあって、そこに入り込むという可能性があるんですね。で、このため簡単には落ちない黒ずみというふうになってしまうことがあるんです。そしてこの陶器の表面なんですけれども、このようなですね材質の洗面台は滑らかに見えても、実際には微細な穴とか隙間があって、そこにですねこの細かい墨の粒子が入り込んで付着してしまうということがあるんですね。またですね、この一部の陶器はわずかに吸水性というものがあったりします。そのことによって墨が染み込む場合があります。これは特に古い洗面台や表面のコーティングが劣化している場合に現れる現象になります。そもそもなんですが、墨の成分というのはすすとにかわと香料というものが使われているんですね。で、木液という液状の墨はそのにかわではなくて合成の糊のようなものが使われているんですけれども、そのにかわだったり合成の糊がですね陶器の表面に付着してしまうということがあって、そのように付着してしまうと粒子がさらに定着しやすくなって黒ずみを引き起こすということになるんです。ですのでおすすめとなるのはステンレス製の材質の、一般的にはキッチンで使われているようなものの方が墨はつきにくいということになります。このステンレス製のものはですね、表面が滑らかなので墨の粒子がこの素材の中に入り込む隙間が少ないということになって、汚れが定着しにくいということになるんですね。
日本では一般的にはキッチンのシンクなどがあると思います。一見ですね、料理をするところでこの墨のついた筆を洗うということでびっくりする方もいるかもしれないんですけれども、この筆を洗い終わった後にすぐにきれいにですね、このシンクを洗うということをすれば墨が残ってしまうということもほぼありませんので、このようなですね、ステンレス製の場所で洗うということをお勧めします。はい、ではですね、その念のため、その注意事項として墨がつく原因についてお伝えをしていきたいと思います。まず一つ目が乾燥ですね。墨がですね、乾いてしまうと、ステンレス製のものであっても表面に微細な凸凹があることがありますので、そこにですね、墨の粒子が付着してシミのようになる場合があります。また、この傷ですね。ステンレス製のシンクであっても、表面に傷がある場合は、そこに墨の粒子が入り込んで落ちにくくなるということがあります。では、そのようにならないためにどのようなことに注意をしたらいいのかということなんですが、一つ目としては、早めに洗い流すということになります。墨のついた筆をシンクで洗ったら、すぐにですね、水で洗い流すことで付着を防ぐことができます。またですね、スポンジで優しくこする。これは墨が軽くついてしまった場合に、柔らかいスポンジと中性洗剤などで軽くこすれば、この墨というのも落ちやすいです。そしてもしですね、墨がついてしまった場合ですね、この重曹やクエン酸を少しの水で溶かして磨くと、墨というのは落ちやすいです。はい。ではですね、筆を洗っていきたいと思うんですけれども、冒頭でお見せしたようにですね、これ2、3日使ってから経ってしまったので、筆がカチカチなんですね。で、このような状態でいきなり洗い始めてしまうと、なかなかですね、筆についた墨が柔らかくならなくて、ちょっと大変だったりとかしますし、効率が悪いので、このような場合は、まずお湯でですね、筆を柔らかくするために、このような形で何か入れ物の中にですね、だいたい40度から50度ぐらいの間のお湯でこのようにほぐすということをしてみてください。で、この入れ物は今回ポリのですね、コップを使ってるんですけれども、容器自体は何でも大丈夫です。ガラス製のものでも大丈夫ですし、ぬるま湯の量もですね、そこまで多く準備しなくてもこのぐらいのもので十分ですので、筆がですね、だいたい浸かるぐらいの深さの量を用意して、このようにですね、柔らかくしてみてください。はい、だんだんと筆が柔らかくなってきました。はい、では続いてぬるま湯で洗う方法なんですけれども、通常ですね、書道をした後にすぐに洗う場合であれば、このように流水で洗い流すということで大丈夫になるんですね。その時にですね、もちろんお水でもいいんですけれども、若干ぬるま湯の方が墨は落ちやすいです。そしてこの筆を洗い流す時に見ていただいたように、なるべく根元のところを揉みほぐすような形で洗い流すと、根元の中に残っている墨を洗い流すことができます。穂先の方はですね、この流水で十分に流すことができるんですけれども、やっぱりどうしてもこの根元のところに墨が残ってしまって筆が割れたりする原因になるんですね。ですので、毎回このような形で根元のところをですね、ちょっと意識するような感じにすると良いと思います。またですね、すごく大事な筆はあまりお勧めしないんですけれども、このシンクの下にですね、軽く根元を押し当てるような形にするというのも効果的になります。何日かそのままにしてしまった筆は、見ていただいた通り、ちょっとですね、その墨の塊がまだ筆に残ってしまうんですね。ですので、その場合ということで、次に別の洗い方をご紹介していきたいと思います。はい。では続いて専用の洗剤になります。今ご覧いただいているのは筆専用の洗剤ですね。書道の専門店などで購入できるものになります。この見ていただいているもの以外もですね、筆洗い専用の洗剤などが売っていたりしますので、もしそういったものを入手できる方は一つ持っておくと便利なアイテムになります。で、使い方はですね、この筆シャンという商品の場合は、手のひらの上に泡を乗せて、そこで筆にですね、泡をつけていくという形になります。そして筆の
根元ですね、そこを揉みほぐすような形。これですね、見ているよりもだいぶ優しく揉みほぐしてるんですね。決してですね、力を入れすぎないでください。はい、そうしますとこんなにですね、また墨が出てくるという形になります。そしてある程度洗ったら最後にですね、今回も水またはぬるま湯でよく流してください。はい、ではですね、次が頑固な墨を落とす方法について紹介をしていきます。今までですね、この筆をいろいろな方法で洗ってきたので、かなり綺麗にはなってきたんですけれども、このですね、目安としてこの筆の柄の部分ありますね。柄の部分から筆先のこの根元の毛がはみ出していない、すっきりした状態で、そうスッとこう穂先に向かって円錐状になるというのが理想の形になります。で、長く使っていくとだんだん根元のところがですね膨らんできてしまうんですね。で、そのような筆を今回はすっきりときれいにさせる方法についてお伝えしたいと思います。はい、そうしましたら一番最初に使った固まった筆をほぐす時のコップをもう一度使おうと思うんですけれども、この中にまたぬるま湯、40度から50度ぐらいのお湯を入れて水分を含ませます。そしたらですね、その根元を持って前後左右に振るような形でほぐしていきます。で、これもですね、あまり強くやってしまうと、この根元の糊がですね、取れてしまって壊してしまったりしますので、本当にですね、優しくやってください。イメージとしては根元のところですね、この根元のところをこう揺らしていくようなイメージになります。これをですね、続けていくということなんですね。そしてその後ですね、このお湯でその揺らして出てくる墨を落としていきます。そしたらまた前後左右に揺らすということをもう一度繰り返していきます。で、見ていただいた通りですね、先ほども筆用の洗剤でかなり墨が落ちたんですけれども、またですね、墨が出てくるんですね。このようにお湯が黒くなっていきます。で、これを繰り返していくと、ずっとですね、墨は出続けるんですけれども、目安としてはこの筆の根元部分がすっきりしてきたら終了ということになります。では続いての方法は洗剤を使うという方法になります。これはですね、ぬるま湯で洗ってもどうしても墨が落ちにくい、墨の塊が取れないという時と、あとはその筆専用の洗剤が入手するのがちょっと難しかったりとか、そういった方向けにお伝えをしていこうと思います。ただ注意をしていただきたいのが、これはですね、あくまでも専用の洗剤を使うということではなくて、弱酸性とか中性洗剤とかいったそういうですねちょっと優しい洗剤を使う方法になりますので、とても大事な高級な筆、例えば羊毛とか、そういったものをですね使うのはあまりお勧めしませんし、ご自身でよく検討していただいた上で参考にご覧いただければと思います。はい、ではですね、使い方なんですけれども、これは本当にですね、1滴ぐらいで大丈夫なんですが、それをですね、シンクの上にちょっとつけます。そして水分を含ませた筆でですね、この洗剤の泡を立てるというか、洗剤でですね、普通に洗っていくということになるんですね。で、その際なんですけれども、やはりあまり強くですね、筆をシンクの上にこう押し付けるようなことはしなくて大丈夫です。あくまでもその固まったにかわですね、墨を落とすためにちょっと洗剤の力を借りるということになりますので、軽くですね泡立ててこのようによく水で、またはぬるま湯で洗い流すということをしてみてください。はい、では最後にですね、筆の癖を瞬時に直す方法についてご紹介したいと思います。こちらの筆なんですけれども、見ていただいた通りですね、毛先の部分がちょっとこう先が曲がってしまってるんですね。というのは、洗った後の保管方法に何か問題があったと思うんですが、このような状態で書こうとすると、思ったようにですね、筆先がきれいに
動かすことができなかったりとか、思いもしない方向に毛先が動いてしまったりとかしますので、それをですね、まっすぐな状態に戻していきたいと思います。用意するものなんですけれども、これは筆を最初にですね、ほぐした時に使ったポリ製のコップになります。お湯に耐えられる容器であれば何でも大丈夫かなと思います。そこにですね、ちょっと高温のお湯を用意していただきたいんですね。で、この筆の毛というのは、一般的には90度ぐらいまで大丈夫というふうに言われています。なんですが、今回はですね、およそ80度ぐらい、もうちょっと低めのお湯でやっていきたいと思います。これもですね、もし自分ですごくお気に入りの高級の筆があってという場合は、やっぱりおすすめできませんので、どうしても今すぐ癖を直したい、そういう必要があるという時に試されるといいのかなと思いますし、通常よく使っている練習用の筆であれば、この方法はですね、すぐに書き出すことができますので、試していただければなと思います。はい、ではその方法なんですけれども、もうそれは単純にですね、このお湯に筆をつけていくだけなんですね。で、できましたらその筆の根元から毛先まで全部浸かりたいので、その筆の長さに合わせてお湯の量も用意をしてみてください。はい、ではですね、つけていきますけれども、つける長さとしては約10秒ぐらいです。はい、このようにですね、お湯から出した瞬間に、先ほど曲がっていた毛先がまっすぐピンとなってくれましたね。そうしましたらですね、すぐにぬるま湯でこの熱いお湯を流していきましょう。はい、そうしましたら水分を落として、穂先をですね、またまっすぐに整えていきます。はい、ではですね、洗い終わりましたら、筆の水分をよく取っていきます。でその時にですね、一番いいのはこのような紙、失敗してしまったような書き損じの紙とかもあると思いますので、そのような紙で水分を取ってあげてください。そしてその水分を取りながら、この筆のですね、穂先の形を整えていきます。この筆のですね、穂先がですね、この筆のちょうどこの円錐状になっているところの真ん中に来るような形で整えていってあげてください。そして整えたらその穂先を下にして干すということになります。はい、では洗い終わりましたらこのようにですね、穂先を下にして乾かしていきます。場所としては直射日光が当たらなくて風通しのいい場所というのが一番良い場所になります。直射日光が当たりますと毛先がですね傷んでしまう原因にもなりうるので、その点を注意してみてください。そして、次に書くまでの保管もですね、このように吊る下げた状態で保管をしてあげることをお勧めします。もしですね、穂先を上にして保管をすると、残ったですね、微細な炭とか水分が根元に溜まってしまったりもしますので、このようなですね、どこか吊る下げておけるような場所を作って保管をしておくと安心かなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。筆にはですね、いろいろな種類があって、その手作業で作られるものも多いんですね。そうすると一つ一つですね、違いがあったりとかする中で、自分のお気に入りの筆を見つけるというのも楽しみの一つだとは思うんですけれども、せっかくですね、お気に入りの筆があるのであれば長持ちさせたいですよね。で今回は、その筆と長く付き合える方法の一つとして洗い方をご紹介してきました。その洗い方もですね、その筆の状況に合わせてぜひ活用していただけたらなと思います。ではまたこのような動画を出していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。